アンニョン、パックンです。去年秋の夕方、彼女のご両親に初めてお会いしました。手汗は止まらず、正直怖かったです。だって僕は異国からの外国人なんです。でもその日は違いました。出された言葉の温かさも、差し出された笑顔も、すべてが、ここは天国かと思うほど優しかった。どうしてここまで自然に僕を家族として受け入れてくれるのか、彼女のご両親に驚いた理由3つあります。1つ目、偏見がないから。2つ目、条件を問わないから。3つ目、応援してくれるからです。それでは行きます。まず1つ目は偏見がないという衝撃です。まず原体験を話しますね。韓国料理屋の前でいらっしゃいと迎えてくれた彼女のご両親。その第一声はあまりにも自然だったです。今日はよく来てくれたね。辛いのいける？うちはちょっと薄みだけどね。あれ？僕外国人だよねって思いました。でもそこに警戒とか確認みたいなニュアンスは一切なくて、まるで彼女の友達の一人として、いや家族の一員候補として扱ってくださったんですね。文化の違いに戸惑うところが笑って受け入れてくださる。へえ、韓国だとそうなんだ。面白いね。この面白がる姿勢が僕には宝物のように思えました。どんな気分だったか。正直、これは頭が上がらないほどありがたかったです。だって国際カップルとして知られるといろんな声が飛んでくるんですよ。韓国人なの？なんでわざわざ？将来大丈夫か？結婚して韓国帰るんじゃない？文化違うし、絶対うまくいかないよ。実際、僕の韓国の友人でも、日本人と付き合ってると言っただけで、親から結婚相手としてダメと言われた人もいます。もちろん、全員ではないですよ。全員ではないですが、国をまたぐ恋愛には見えない壁があるのは現実だと思います。じゃあ、なぜ彼女のご家族はこんなに自然に受け入れてくださったのか、僕ずっと考えていたんです。でも答えは彼女のお母さんの一言にありました。私たちも昔ね、マレーシアに住んだことがあるの。文化が違うのって面白いよね。そう。彼女のご家族には異文化との触れ合いの記憶があったんです。彼女自身も高校の頃1年ほど海外留学をしていったこともあるそうです。だからこそ外国人イコール不安ではなくて外国人イコール人間という視点が自然にあるんですね。僕が何を食べるか、どう考えるか、どこで育ったか、全部を興味として聞いてくれる。それがどれだけ嬉しかったか。文化が違う？あら、面白いんじゃない？そう言ってもらえることが僕には肯定されて気がして頭が熱くなったんですよ。で、二つ目は、条件を問わないという優しさ。これはもう彼女のご家族だけなのか、日本人全体なのかわかんないんですけれども、僕にはそういうのがあったという話ですね。まず気持ち。あとは何とかなる精神があると思ったんですよ。ある日、夕食のテーブルで彼女のお母様がこういう風に言ったんです。結婚でさ、最初から完璧なんで無理なのよ、みたいな感じですね。もしそういうの考えてるなら、あんまり負担持たないでいいよ、みたいな。全く同じじゃないんですけれども、そういう風なことを聞いた覚えがあります。僕は思わず言葉を失ったんですね。だって僕の頭の中には結婚イコール経済条件の戦いというイメージがあったんですよね。日本では例えばよくある話だと思いますが、賃貸からスタートしても OK とか、中古の家買っても OK とか、極端な話、もう結婚式なしでも OK。指輪は好きなタイミングで後回しても OK。この一緒にいたいという気持ちが最優先で、後の条件は後付けですね。これが日本人の彼女が、そして彼女のご家族が持っていた、結婚観でした。一方、韓国では、傾向的なところで言うと、正直に言って恋愛と結婚の間には深い谷があります。愛だけでは結婚できない。これは多くの若者が口にする言葉です。なぜなら、例えばソウルで結婚しようとすると、マンション購入費が1億円以上、結婚式、指輪、家具、新婚旅行、祝い金など、合計で1000万円超えが結婚だけに必要なこともある。こうなると、相手の家の経済力や本人の貯金、ローンが組めるかどうか、まるで就職の面接みたいに条件を見ないといけなくなる場面もあったりするんですよ。実際僕の韓国の知り合いは韓国人の彼女との結婚を進めていましたが、家は誰が買うの？式はどっちが出すの？みたいな両家の間で揉めて最終的には別れてしまいました。その先輩泣いていたんですよ。本当に好きだったのにって。そんな韓国の現実を背負って、そして見ていて生きてきた僕にとって、彼女のご家族はまるで重たい力を下ろさせてくれるような存在でした。なんか家とか住めれば十分じゃないとか、
結婚式、二人が幸せなら幸せな方向でやればいいんじゃない？僕が何も言ってないのに、あるいは言ったことに対して、彼女のご両親はそのようなニュアンスで僕に話しかけてくださいました。この条件がどうこうとかっていう話が一切出てこない。あったのは、君たちの気持ちはどうなのという問いかけだけ。僕の心にあった結婚イコール試練という固定観念がその時一気に溶けていった気がしました。韓国では、諸々の事情があって、愛も大事だけど現実でないといけないという考える、傾向的なものがある。日本では財力はさておき、まずは愛が重視される。これはどちらが良いとは一概には言えないんですけれども、僕はこの順番の違いに救われたんですね。そして3つ目の話は、全力で応援してくださるという信頼です。僕が YouTube をしていることを彼女のご両親は知っています。しかも視聴者でもあるらしいですね。最初それを聞いたとき、正直ドキッとしました。あの話もこの動画を見られてるのと焦りました。でもその後、彼女のお母様からぽつりと一言、あなたの言葉、まっすぐでいいね。見てて応援したくなる。これも正確に同じではないんですけれども、そのようなことを言ってくださいました。その瞬間、なんだか泣きそうになったんですよ。僕は意図してはないんですが、時にはセンシティブな内容も扱いますし、批判が怖くて何度も動画を下書きで止めたこともありました。でも彼女の親は僕に、こういう話はやめてとか、もっとこうしたらとか、とも言わない。何も口出しをせず、ただ信じてくださる、応援してくださる。これは僕にとって人生で初めて感じた見守る応援でした。ネットを見ているとこんな言葉をよく見ます。YouTuber？ それ暇な人たちのお遊びだろ。何人登録者いんの？顔出しでやる必要ある？厳しいようですが、これが社会のリアルなんですね。家族や親戚に応援してもらうには、数字とか実績とか肩書きが必要。信じてもらうにはまず証明しないといけない。これは YouTube やってる人たちもよく言うんですよ。登録者が数万人いないうちは見られてないのか、知り合いに見せられないって。僕は彼女とご家族とお食事をしていた時、彼女のお父さんからも一言ものことは言われませんでした。僕の YouTube 活動を知っておられるはずなのに、もちろんその信じてくださっているのか、ただ見られてない可能性もあると思うんですけれども、お父様の場合はそうだったんですね。お母様は確か見られてるというふうに聞いております。で、さらに驚いたのは、その後、僕の研究の話をしても、就職の話をしても、彼女のご両親は一度も、どの会社、なんていう名前の会社に就職するのとか、安定しているのだったりとか、未来プランどうしてるのとか、みたいな話はあんまりされないんですね。ただ楽しくできているだったりとか、健康には気をつけてね、だったりとか、マッキーとはいい生活してるみたいな。ただ、応援してくださるだけなんですね。多分、それは彼女自身が信じて育てられた子だからだと思います。彼女は小さい頃から好きな習い事をたくさんさせてもらったそうです。テニスとか、書道とか、走りとか。成績より笑顔が優先された家庭。そして彼女のご両親は学校で先生をやられていたようですね。子供の可能性を信じるプロフェッショナルでした。その DNA がそのまま家族に受け継がれているような感じがしました。彼女のご家族は結果がなくても信じてくれる。僕はこの前提の違いに心の奥がじんわり温まったんです。僕は初めて知りました。家族って国籍や血縁じゃなくて信じるという行為で繋がれるんだと。偏見のない眼差し、条件を問わない優しさ、そして黙って見守ってくれる応援。どれも韓国から来た僕にはびっくりするようなことでした。もしかしたら家族という言葉の定義を私たちは一度見直す時期に来ているかもしれません。あなたにとって本当の家族とは血のつながりですか？それとも信じてくれる誰かの存在ですか？今日の話で感じたこと、思ったことをぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録と高評価で応援もお願いします。以上、パクでした。アンニョーン。